こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。最近ね、よく私が思い出す言葉があって、それがね、結構、そうだなって言われるから、それをお伝えしたいなと思います。で、人の方にさ、意識を向けがちじゃないですか。なんか誰々みたいになりたいみたいな。私もあります。ヤンタラ二郎さんみたいになりたいとか、スターシードクーさんみたいになりたいとかさ。なんかすごいスピ能力が高い人みたいにさ、なりたいなみたいに思うじゃないですか。それでまあそういうことを聞いた時にさ、じゃあどうやってそれができるかとか、あとやり方であったり、なんていうのかな、そういう、まあ、人間性みたいな、どうやったらそうなるのかとかって思うじゃん。やっぱ素敵な人がいた時に、あ、ごめんなさい、ハエがいるね。でその時に、まあ、口々にさ、そういう人たちって言う言葉があって、自分のこと見てる方が早いよってさ、何聞いてもそれを言われたっていうことがあったんですよね。自分の方を見てる方が早いよってやつ、これがさ、私にとってはもう今ずっと自分のことだけ見て進んでるっていうのはそれなんですね。自分のこと見てる方が早いよってどういうこと、もう全部が含まれてるなって思うんですけど、えーさっきのね、動画のさっきので上がるかな。まあ、全てをさ、作った意識が一人一人に入ってるとしたらさ、まあみんなそれぞれが体験したいことを地球で体験してるわけだから、力がないようなところを、まあ、地球で体験してきてたんですよね、今まで。でその中で、だから宇宙ではさ、もうほとんど宇宙人なわけだから、みんなそっから来てるからね、そっから地球に来てるから、まあすごい力があるのはもう当たり前なんですよ。超能力みたいのあるのは当たり前なんですね。超能力って言われてるものが要は宇宙人の力みたいなもんじゃないの。そうだから、そういう力は一人一人もちろん持ってるんですよ。ないわけがない、スピリチュアル能力がないわけもないって感じね。でその中で、じゃあなんでこんなちっちゃくなってるかっていうと、要はそこで地球で体験したいことをちっちゃくなって体験してるってことだから、その進み具合とか、どういうものを持ってきたっていうのかな、どういうところをこう塞ぎ込んできたかとか、どういう重りを持ってきたかとか、どういうことを能力を持ってきたかっていうのは、要は人それぞれ違うってことなんですよね。例えば、もともとサイキック能力が小さい時からあった人とかっていうのは、やっぱりそういうサイキック能力があることによって、なんていうのかな、早い段階でこういう世界があるんだって、早めに目覚めるためにそういう感じで持ってきてると思うし、例えば私だとすると持ってきてなかったじゃん。てか開いてなかったから、途中から開くっていうのをまあ設定してきて、途中から開く、こうやって過程できないって思ってるところができる過程を体験してきてるから伝えられることがあるっていうことで、ここをやりたくて来てるんですよね。わかるかな。人によって違うんですよ。で、例えばヤンタラ二郎さんとかだと、もともとすごい、なんていうのかな、能力があるっていうか、あの人じゃないとやっぱできない宇宙人だからね。ウォークインって言って、なんか10歳ぐらいの時に魂が入れ替わって宇宙人が入ったんだよね。自分のハイヤーセルフの中の一部だと思うんですけど、そうだから、あの人じゃないとやっぱりできないことが、それをやりに来たんですよ、地球に。あの人がいることによって、まあ、何かこう発信することであったり、特殊能力があるような感じになってるけど、それはみんな持ってることだし、それをヤンタラジローさんやりたくて地球に来てるっていう感じだから、だから途中から入れ替えようって設定してきたってことなんだよね。入れ替えてやろうとかさ。だから普通の人だとすると、そうだな。あ、いいよ。大丈夫。だからね、じゃあうちの息子だとすると、そうだな。とても自分の自己主張が激しいんだけど、自己主張がね。でも自己主張が激しいところをやっぱ持ってきたかったとかさ、そういう自分自身っていうのを、なんていうのかな、やりたいこととかを、だから持ってきてるんだよね。自分で。持ってきてたり、体験するためにないような感じになってるってことなんですよ。そう。だからその進み具合とか、じゃあ私のこういう途中から目覚めるっていうのもさ、途中から目覚める、じゃあその前の段階だとすると、全然のスピ能力がないって思ってるわけじゃん。
でなくて他の人に目が行きがちなんだけど、自分のことをやっぱり見てれば、要はもうそれで開花してきちゃうんだよね。開花してきて、それでだんだん他の人のことも気にならなくなってくるから、あのなんていうのかな、その過程を要はやりに来てるわけだから、力がないような形を体験する必要があったっていうことなんですね。これが私の進み具合であって、じゃあヤンタラ二郎さんはヤンタラ二郎さんの進み具合があって、私の息子は私の息子が地球で体験したいことを体験してる進み具合があって、そうだな、私の妹は私のなんだろうね、体験したい進み具合があるんですよ。なんでかっていうと、元を正すと自分たちは全部なんていうの、何でもできちゃうっていうことなんですよ。何でもできるところからできないっていう、ただ体験しに来てただけだから、でそれがどの程度の今段階なのかっていうのかな。みんながみんなさ、だから目覚めたくないっていう人がいたら目覚めなくたっていいんですよ。その人はその人だし、目覚めたい自分がどうなのか、だからそれだけ集中してればいいんですね。人は人だから、人幻想だしねなんていうの、投影だし、自分の自分のことだけ集中してればやっぱ早いんですよね。だから私はやっぱその言葉を聞いて人の方に目がいかなくなったんですよね、本当に。で今だからオリジナルというかさ、なんだろう、オリジナルのワークであったり、自分のことだけ集中してるから、やっぱりこうやってYouTube とかも発信ねする方になったり、なんだろうな、拡大したりしてんじゃないかなと思うんですね。だから結局自分がやりたいことっていう、ある程度地球でやりたいことっていうのを設定してきてるんですよ、みんな。ここまで力がないっていうところで体験してみようとかさ、ここから徐々になっていくのは、だって宇宙でいろんなことができて、ヤンタラ二郎さんみたいになりたいって思うけど、宇宙人死んだらできるからねなんかわざわざこういうさ、できないっていうとこやってるわけだから、できない、苦しいっていうのをさ体験したくて来てるっていうことだから、この体験がなんか密みたいなさ感じなんだろうね。大事なんですよ。大事だったんですよね、今まで。で徐々に、大体の人はだから今徐々にこうやって、あれなんかこういうことってなんか実はつながってんのかなとかさ、幻想なのかなとか、だんだん気づいてくるっていう、このさ過程が面白くてやってるわけだから。でここからじゃあスピリチュアルな能力を開花するとしたら、今どの時点に自分がいるか、あと自分がどういう能力を持ってるかっていうのはみんな持ってるからね。でもやりたいことが違うってことなんですよ。やりたい、自分が何をやりたいかっていう、そこだけが重要だから、それがなんていうの、人によって違いますからね。進み具合も違うし、持ってきた能力、持ってるんだけど全然開花できるんだけど、前世でもやってる可能性があるものもいっぱいあるから、興味があるんだけど今別にやらなくてもいいかなっていうのは、要は今世やらなくても前世やってたりするってことだから、今世やりたいことっていうのはなんか旦那さんのお腹がお腹だけがいい具合に出てる。ここすごいね、これ気持ち悪いね。なんか聞いてないね全然ね、まあいいやそう、あの人はね旦那さんだとしたら、まあこういうお腹で体験したいことがあるんじゃないですかね。全然わかんないけどね。わかりますかね。人によって違うから、自分のことだけやっぱ集中してればいいってことなんですよね。本当にそれスターシードクーさんっていうさ人がやっぱりしきりに言ってたね。いろいろ聞いて、クーさんみたいになりたいっつったら、自分のことだけ見てれば早いよ、自分のことだけ見てれば早いよってさ、もう連呼されて、はあみたいなそうだなみたいな。確かに、クーさんとかやっぱ能力高いからすごいなって思うんだけど、要はクーさんはクーさんじゃないとできないことっていうのを、地球でやりに来たんだよね。クーさんがいたから私もこうやって宇宙のこととかっていうことになったけど、それをなんかきっかけとして、鍵としてのことをやりたいなって、
多分思ってこうやって来てくれてるってことだから、それは私にとっては違うんですよ。私にとって何がやりたいかっていうのは、なんかまあその鍵を開けるっていうのをまた違う形でやりたいなっていうのはもしかしたらあるのかもしれないから、こういう形で多分こうエネルギーがバーっていきやすいな、拡大しやすい多分エネルギーなのかなと思うんですけど、それで拡大できるエネルギー持ってんだったら、なんかできることやりたいなみたいな感じで、こう自分に集中してやってるっていう感じなんですよ。別にこう派手にすることがいいわけじゃないし、なんだ、地味にすることが悪いわけじゃないしみたいな感じで、こう自分が本当にどういうふうにやるか、私はねやっぱりね、もう自分の内側からね出てくるんですよね。拡大したいみたいな、拡大してみたいのが出てくるから、だからやってるっていう、ただそれだけです。わかりますかね。それでね、そう、今日すごい気づきがあって、ゆうこすちゃんっているじゃないですか。聞いたことあるかな？ SNS の子のやつかな、なんか。で、あれ見てた時に、まあ、彼女もいろいろこう、なんていうのかな、成功してて、それをこう言葉にしてて、それを読んでたんだけど、なんていうのかな、すっごいシンプルなはずなのに、まどろっこしく感じちゃうんだよね。これ何なのかなと思った時に、やっぱさ、地球的な成功法則とかさ、なんて言うんだろう、地球的な観念での成功体験っていうのかな、いいなと思うんだけど、全然入ってこなくて、心に。要はさ、もっとこうやっぱりシンプルだっていうのを自分が分かってるってことなんだよな。なんだろう、彼女が悪いとかじゃなくて、要はもっとシンプルなのが好きってことなんですよ。シンプルになってきてるってことなんだと思うんだよね。まどろっこしく感じちゃってさ、だからいっぱいビジネス書とかあるじゃん。ビジネス書であったり、心理学であったり、潜在意識であったり、バシャールであったり、エイブラハムであったり、ハッピーちゃんであったりっていろんなのがあるんだけど、意外ともうさ、この宇宙系になっちゃうと早いっていうのは、シンプルなっていうのを自分のさ、こう感覚で分かってるから、学ばなくていいことが多いみたいなんですよね。だから、一からさね、いろんな色とりどりの分離を自分が見てるから、一から全部やんなくちゃいけないのかなとか、いろんなものをこう学ぶのがいいのかなって思いがちなんだけど、もうね結構感覚で皆さん分かってると思うから、学ばなくていいことが多いってことなんですよね。そうだから宇宙の方に、だから結局ここのさ動画見てくださってる方っていうのは、宇宙の方にやっぱりこう惹かれたり、宇宙のシンプルさっていうとこがさ、もう魂で分かってるから、何か響くんだと思うんですよ。まあみんなもともと宇宙人だから響くとは思うんだけど、やっぱりさ段階があるんですよ。1年前に私は宇宙の本読んでたんですよね。ここのシリウスとはこういう惑星とか言った時にさ、全然頭に入ってこなかったんですよね。文字が書いてあって、なんて言うんだろう。文字が書いてあって、それにこういろんなことが書いてあったんだけど、ね、次元とはとか書いてあったんだけど、見てて、読んでるはずなのに全然意味がわかんないんですよね。しかも興味がない、1年前、1年半ぐらい前かな、だから、読む機会があった時に読んでて、全然頭に入ってこなかったですよ。わあ、なんでこんな頭入ってこないんだろう。しかも興味ないみたいな感じで、パタッと閉じたっていう経験があったんですね。これはこの時には私はまだ準備ができてなかったんですよ。だから頭に入ってこなかったし、なんだろう、全然響かないし。そうで、今はそういう本しか読まないからね、逆に言ったら。そうだから準備ができていて、自分がだんだんこうなんだシフトしてきてるっていうことだから、そうだからここに来てくださってる方っていうのは、なんかそのシンプルさっていうのをもうなんか分かってるから、遠回りしなくていいってことなんですよね。あれもこれも宇宙系だからさ、バシャールいっぱい学ばなくちゃとか、ブルーハーブ学ばなくちゃ、ハッピーちゃん学ばなくちゃって、私は一回ちょっと困った時あったんですよね。だけどその辺りのところを、要はもう経験済みなのかなって、思ったんですよね。ああ、経験済み分かってんのかなと思って学ぶことも、そこもやめたらすごい楽になった。まあ、たまに見たりするけどね。どうしたの？こんなせいちゃん、中あげて、ちょっとだけ。お願い。
ちょっと騒がしくなってきましたので、何かね気づきがあったら、自分のこと見てれば早いってやつと、あとは結構やっぱ宇宙系になると早いし、学ばない方がいいってやつね学ばなくてもいいっていう、そんな感じになりますので、はい、また撮ります。ではではでは。